みーちょっと先行っててね。え先行ってて。はーい。どうしたの？
モトラッドのクレードルでは、ハンドル左側のメニューボタン上側を長押しすると、モニターのところがですね、メーター上の左上ですね、EFT っていうところからナビキルに画面が切り替わるんですね。そうすると、コネクテッドクレードル上に載っているスマホの、モトラッドのナビ、これが、こうやって遠隔操作ができますよと。従来これを使ってました。1250GS 購入時にこのクレードルを購入して、それから半年間ぐらいは実はナビが 2km 先、ちゃんと機能してなかったんですけど、上チェンジで左車線を走行してください。今は機能するようになって、うまく使えている状態です。ただですね、スマホが 6.7 インチ、それにスマホのケースにつけてると、このクレードルでは、大きさ的にちょっと無理があるんですね。無理やり今かませてるっていう感じで、娘ちゃんと伊豆の方に来た帰りに西湘バイパスでスマホが落ちかけてちょっとパニックになったということがありました。それとですね、年のせいか字が見にくい、そのためにスマホの照度を上げたりした結果、バッテリーの持ちが非常に悪いんですね。朝出て午後の2時3時にはもうバッテリーが 30% 切ってる、かつそれは充電しながら走っててもそんな状況になっちゃうということもあって、ちょっとスマホナビは諦めなきゃダメかな。まずバッテリーが持ちません。照度を落とせば持つんでしょうけど、以前は上川インターチェンジで左車線を走行してください。照度を落とすと字が見えにくい。なので照度を落とせません。かつクレードルにはちょっとサイズ的には無理がある状態でつけてます。なので何かの弾みで落っこちかけます。左車線を走行してください。そんなのもあってですね、 1.7km 先、横浜町田インターチェンジで左車線を走行して東名横浜町田方面へ進んでください。いろいろとちょっと悩んでたんですね。バイクを乗り換える可能性もあるし、メーカーに縛られるようなハードウェアを手配するのも嫌だなというのもあって悩んではいたんですが、見えないことにはどうしようもないだろうと、そんなこともあって、あれ東名渋滞、この場所勘弁してほしいな。横にするじゃなくてね、そんなこともあって、カープライドの W702BS というハードウェアを、手配しちゃいました。で、今日は、従来の、クレードル用のナビと、新しいナビ、そこの違いがどうなのかなっていうところを設定も含めてちょっと検証しようかなって思ってますが、あれちょっと透明やばいかな。メニューボタンを長押しします。そうするとナビに切り替わるので、ワンダーホイールを回すと画面拡縮ができると。これがカープライドの W702BS でも同じ操作ができるはずなんですね。
ということでですね、今日は、モトラットコネクテッドクレードとコネクテッドナビ、これから、カープライドの W702BS に切り替えてどんな動きになるのかいろいろと試してみようと思ってます。
帰りますかね。設定は不十分ですが、なんとなく分かってきたので、もういいです。もし、よろしかったら、チャンネル登録を、よろしくお願いします。